こんにちは。今回は長編みの編み方を紹介します。かぎ針編みの中でも長編みは一番たくさん編まれる編み方です。編み図で説明します。今回は10目の作り目で3段目まで編みます。長編みの編み目記号はこれが長編みの編み目記号になります。長編みは鎖編み3目で立ち上がります。そしてこの鎖編み3目が長編み1目と数えますので、次に編むのは隣の鎖編みに長編みを編みます。鎖編みの裏山を拾って鎖編み1目に1目ずつ長編みを編みます。2段目も立ち上がりの鎖編み3目を編みます。これは長編み1目と数えますので、次に長編みを編むのは隣の長編みの頭です。そして3段目も同じように鎖編み3目を編んで立ち上がります。これも長編み1目と数えますので、次の長編みを編むのはその次の長編みの頭です。では鎖編みから編み始めます。鎖編みはここから数えます。針にかかっているこの目は数えません。ここから鎖編みを数えます。10目の鎖編みを編みます。10目の鎖編みができました。作り目の鎖編みは少しゆとりのある大きめな鎖編みを作ってください。もし針に別なかぎ針がお持ちでしたら、大きめなかぎ針を使うといいと思います。1号か2号大きめなかぎ針で作り目を作ると楽に編めます。では長編みの1段目です。長編みは鎖編み3目が長編み1目になりますので、ここで長編みを編む立ち上がりの鎖編み3目を編みます。これが立ち上がりの鎖編み3目です。この立ち上がりの鎖編み3目のその下の4個目の鎖編みは鎖編み3目の台の目になりますので、ここから1、2、3、4個目が台の目です。次の5個目の鎖編みの裏山に次の長編みを編みます。針に糸をかけて5個目の鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸だけを引き抜き、糸をかけて針にかかっている2本の糸を引き抜いて長編みができました。そしてこちらの鎖編み3目も長編み1目と数えます。これで長編みが2目できたことになります。次も隣の鎖編みの裏山に長編みを編みます。針に糸をかけて次の鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸だけを引き抜き、糸をかけて残りの2本を引き抜いて長編みができました。同じように針に糸をかけて次の鎖編みの裏山に長編みを編みます。2本の糸を引き抜き、また2本の糸を引き抜きます。針に糸をかけて次の鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜き、糸をかけて残りの2本の糸を引き抜いて長編みを編みます。同じように
鎖編みの裏山を拾って長編みを編みます。ここが最後のところです。針に糸をかけて鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて引き抜き、糸をかけて2本の糸を引き抜き、また糸をかけて残りの2本の糸を引き抜きます。そして編み上がった時にこのようになっている時は少し引いて編み地を整えてください。この時に平らにならずにこのように曲がっている時には最初の作り目の鎖編みが小さかったので曲がっていますので、その時はもう一度作り目を作り直して編み直してください。次は2段目です。2段目も立ち上がりの鎖編みを3目編みます。この3目は長編み1目と数えます。そして右側の生地を押して右を押して編み地を裏返してください。これを右を押さずに手前に回すとこの鎖編みがねじれてしまいます。これを右側を押しますと鎖編みがねじれずにまっすぐとしていますので、右を押して編み地を裏返してください。次は針に糸をかけて、今の鎖編みが長編み1目と数えますので、次の長編みを編むのはこの目ではなくその次の長編みの頭です。ここに針を入れ頭2本を拾って長編みを編みます。これで長編みが2目できました。こちらの鎖編みはまっすぐになっています。次も針に糸をかけて隣の長編みの頭2本を拾って長編みを編みます。2段目は鎖編みの裏山ではなく長編みの頭2本を拾って長編みを編みますので、2段目からは編みやすくなると思います。前段の長編みの頭2本を拾って長編みを編みます。ここも長編みの頭です。ここにも長編みを編みます。そして長編みは立ち上がりの鎖編み3目のこちらの3目のこれが長編み1目と数えますから、立ち上がりの鎖編み3個目のところに長編みを編みます。段の最後の長編みは前段の立ち上がりの鎖編みの3個目のここにこの鎖編みの2本を拾って長編みを編みます。針に糸をかけて立ち上がりの鎖編みの3個目の2本を拾って長編みを編みます。これで2段目ができました。数を数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9。そしてこの立ち上がりの鎖編み1目を入れて長編み10目ができました。次は3段目です。3段目も立ち上がりの鎖編みを3目を編んで編み地の右側を押して裏返します。この時も右側を押すと鎖編みがまっすぐになっています。なぜまっすぐになっている方が良いのかと言いますと、この3段目を編み進めた時に最後の鎖編みが右側を押して裏返すと鎖編みが正面を向いてまっすぐ並んでいますので、
編み地がきれいになります。ですから立ち上がりの鎖編み3目を編んだら右を押して編み地を裏返してください。次は長編みです。今鎖編み3目が長編み1目と数えますので、この目ではなく次の長編みの頭に長編みを編みます。前段の長編みの頭2本を拾って長編みを編みます。長編みはとてもよく使われる編み方ですので、練習するといいと思います。模様編みもそうですが、モチーフ編みもほとんどが長編みで作られていますから、長編みはとてもよく使われる編み方です。そしてここが長編みの頭です。ここにも長編みを編んで、次は最後の鎖編み3目の3個目です。1段目の時はこの鎖編みが裏側を向いていましたが、2段目からは鎖編みが正面を向いて分かりやすくなります。1、2、3個目の鎖編みに長編みを編みます。3個目の鎖編みに針を入れて長編みを編みます。3段目ができました。4段目を編む時も鎖編み3目を編んで右を押して裏返してください。そうしますと次に最後の時に3段目の鎖編みがこちらをまっすぐ向いていますので、最後はここを拾うことができます。長編みを3段目まで編んで紹介しました。とてもよく使われる編み方です。